今回の動画は、プリーズバンカイさんの制作したリアル系モデル、ビューティフルリアリスティックアジアンズバージョン6、ブラフ6の紹介と、使い方のコツの説明です。ビューティフルリアリスティックアジアンズシリーズは、バージョン4がリリースされた時に、一気に話題になりました。リリース時にすぐに使ってみたのですが、プロンプトを素直に再現する能力が高いため、とても使いやすく、しかもクオリティが高いので、驚いた記憶があります。そのため、このシリーズは、他の動画でもよく使用させていただいています。そこから、数ヶ月でバージョン6をリリースしているので、かなり速いペースでの更新と言えます。では、今回はどういうモデルなのかを見ていきたいと思います。まずはこのイラストを見てください。これまでのバージョンよりもリアルさが向上しています。そして特筆すべきは違和感のない自然な美しさです。クオリティがとても高いです。しかし、これまでに使用した方ならわかる人もいると思いますが、以前のバージョンよりも生成には少しコツが必要になりました。それをこのイラストをベースにシード値を固定して説明していきたいと思います。ちなみにこのベースのイラストにはローラは使用していません。まずたまに言われているのが画質向上のプロンプトが必要がない、つけない方が良いというものです。では試してみましょう。ベースのイラストから画質向上用のプロンプトを消して生成してみます。どうでしょうか？結構大きな変化があります。手を見ると崩れてしまっているのもわかると思います。ブラフ6でも画質向上用のプロンプトは必要なことがわかります。ただし、つけすぎると逆効果になることがあります。このあたりのバランスがとても重要になってきます。ただし、以前のバージョンのモデルもそうでしたが、その他のプロンプト、背景や服装、ポーズについては、多めの指定でも忠実に再現される印象です。そして、このモデルで最も重要になるのがネガティブプロンプトです。しっかり設定しないとイラストのクオリティがかなり下がります。こちらを見てください。ネガティブプロンプトを減らした画像になります。元の画像と比べると品質が明らかに落ちているのがわかると思います。このモデルはネガティブプロンプトによって調整するぐらいの感覚で使用することでうまくいきます。今回、このモデル用のネガティブプロンプトや画質向上用プロンプトの設定をリンク先に載せてあるので、それをベースに自分の求めるイラストに合わせて変更しながら使用してみてください。また、イージーネガティブやディープネガティブといったネガティブプロンプト用のエンベディングズは使用しない方がいいです。このモデルだけではなく、リアル系のモデルにこれらを使うと、せっかくのリアルさやクオリティが損なわれます。ただし、例外のモデルもあります。そのモデルに関しては、このシリーズの別の動画で紹介する予定です。次に、以前の動画で紹介した超リアルな AI イラスト生成の方法を試してみます。まだその動画を見ていない方は、ぜひ見てください。さてこれが、その方法を使用したイラストになります。髪や皮膚、手を見るとわかる通り、質感が向上しています。しかし、顔の変更が大きいので、元のイラストの雰囲気を保ちたい場合は、ローラ、デーテールドアイテンを使わない、もしくは、デーテールドアイテンとロー RA を使用しないことで、質感だけを向上させることができます。いかがでしたでしょうか？使用するモデルの特性を知ることで、より自分の好みに合ったイラストを生成することが可能になります。このシリーズは今後も続く予定ですので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。では、
また来てくださいね。